ゆっくり解説。昭和の熱狂。紙帽子をかぶって映画館へ。東映漫画祭り特撮映画。不朽の傑作ベスト10。昭和の男たちにとって、東映漫画祭りは盆と正月以上のビッグイベントだったんだぜ。東映漫画祭り？どんなお祭りだったの？1967年頃から春や夏の長期休みに開催された、子供向け映画のオムニバス上映企画だ。映画館が暗くなって、じゃじゃーん、という音とともに岩場に波がザバーンと打ちつける東映のロゴマークが出るだけで、子供たちのボルテージはマックスだったんだぜ。大好きなヒーローをスクリーンでまとめて見られるから、当時の子供たちは熱狂したんだ。長期休みの映画館なんて、それだけでワクワクしちゃうわね。ああ、テレビ CM の、東映漫画祭り、っていう元気な掛け声を聞くと、親にねだらずにはいられなかったんだ。それに、映画館の入り口でもらえる紙のサンバイザーを被るのが定番でな。タイトルは漫画だが、仮面ライダーやスーパー戦隊などの特撮映画も一緒に楽しめたのが最高だったんだぜ。アニメも特撮も一度に見られるなんて、まさに夢の空間ね。というわけで今回は、紙帽子をかぶって熱狂した東映漫画祭りの、特撮映画不朽の傑作ベスト10を解説するぜ。第10位。秘密戦隊ゴレンジャー。爆弾ハリケーン。1976年。第10位は、1976年の夏に公開された秘密戦隊ゴレンジャー爆弾ハリケーンだぜ。これがスーパー戦隊シリーズの劇場版の歴史を大きく変えた、記念すべき作品なんだ。ゴレンジャーって、5人組ヒーローの元祖よね。歴史を変えたって、どういうことなの？実はこの作品こそが、ゴレンジャーにとって初めての完全オリジナル劇場版だったんだ。それまでの東映漫画祭りで上映されていたゴレンジャーの映画は、テレビ放送のお話を再編集しただけのものだったんだぜ。テレビと同じ内容じゃなくて、映画館でしか見られない全く新しいお話が作られたってことね。当時の子供たちは大喜びだったでしょうね。その通りだぜ。映画館でしか味わえないスケール感を出すために、制作陣も気合が入りまくっていたんだ。なんと愛媛県の松山城などを中心に、大規模な四国ロケを敢行したんだぜ。わざわざ四国まで行って撮影したのね。映画ならではの特別感があるわ。ああ、ロケ地が豪華なだけじゃないぜ。映画版の予算と広い場所を活かして、火薬をふんだんに使ったド派手な爆破アクションがたっぷりと撮影されたんだ。劇場の大きなスクリーンで見る爆発の迫力は、テレビサイズとは桁違いだったんだぜ。暗い映画館の大きなスクリーンで大爆発を見たら、子供たちは大興奮間違いなしね。そして見どころは、敵である黒十字軍の怪人、鋼鉄剣竜との死闘だ。強力な敵を倒すための必殺技も、本作だけの特別仕様、爆弾ハリケーンとして、劇場版ならではのド派手な演出で披露されて、観客のボルテージは最高潮に達したんだぜ。スクリーンいっぱいに広がる必殺技の演出なんて、想像しただけで鳥肌が立っちゃうわ。まさに、今の時代まで続くスーパー戦隊の夏映画の原点とも言える一本だ。映画館の特別な空気の中で見たこの爆破の記憶は、今でも当時の子供たちの心に深く刻み込まれているのぜ。第9位。宇宙刑事シャイダ。追跡市議市議誘拐団。1984年。続く第9位は、1984年のお年玉東映漫画祭りで公開された、宇宙刑事シャイダー追跡市議市議誘拐団だぜ。これがメタルヒーローシリーズ絶頂期の熱狂を象徴する一本だ。宇宙刑事シリーズね。メタルヒーローの絶頂期って、映画館もすごく盛り上がったんじゃない？ああ、当時の男児たちの興奮は凄まじかったぜ。この作品はテレビの再編集ではなく、完全オリジナルの劇場用映画として作られたんだ。だからこそ、映像のスケールがとんでもなくでかかったのぜ。映画ならではのスケールって、テレビとどう違ったの？まず特撮アクションの気合の入れ方が半端じゃないんだ。空撮を存分に駆使した見応えのあるシーンや、テレビシリーズ以上にハードなアクションが連続して展開されたんだぜ。ヘリコプターなんかを使った空からの撮影ね。
それはスクリーンの大画面で見たら圧倒されそうだわ。ストーリーも引き込まれるぜ。天才少年少女ばかりを狙う市議市議誘拐団の事件を、シャイダーと女宇宙刑事のアニーが追うんだ。暗黒組織風魔の不思議獣ムチムチが登場するんだが、その人間体である怪しい老人を、名悪役の石橋正史が演じていて特撮ファンをうならせたんだぜ。名悪役の登場で、大人が見ても見応えのあるサスペンスになっていたのね。さらに忘れてはいけないのが、シャイダーの象徴である青と銀のコンバットスーツだ。劇場の大きなスクリーンに映し出されるメタリックな輝きは、ため息が出るほどかっこよかったんだぜ。超次元戦闘母艦バビロスなどのメカニック軍の活躍もしっかり描かれていたしな。ピカピカのスーツと巨大な母艦がスクリーンで大暴れするなんて、男の子のロマンが全部詰まっているわね。まさにな。当時の少年たちが本気で憧れたメカニックの魅力と、大画面にふさわしいハードなアクションが完璧に融合した、不朽の傑作だぜ。第8位、飛び出す人造人間機械だ。1973年。第8位は、1973年の春の東映漫画祭りで公開された、飛び出す人造人間機械だぜ。これは当時の子供たちにとって、人生で初めて体験したと言っても過言ではない、衝撃の映像体験だったんだ。飛び出すって、もしかして 3D 映画のこと？昭和の時代にもうそんな技術があったなんて驚きだわ。ああ、その通りだぜ。映画館に入場するときに、おなじみの紙のサンバイザーと一緒に右目が青、左目が赤のセロハン眼鏡が配られたんだ。アナグリフ方式と呼ばれる技術で、このメガネをかけてスクリーンを見ると、映像が立体的に飛び出して見えたんだぜ。赤と青のセロハンメガネ。なんだかレトロでワクワクするアイテムね。でも、本当に飛び出して見えたの？これが本当に目の前まで迫ってくるようなド迫力だったんだ。映画のカメラワークや特撮演出も、立体効果を最大限に狙って専用に撮影されていたからな。具体的には、どんなシーンが客席に向かって飛び出してきたの？劇場用オリジナル怪人のマダラスナトカゲや、再生ダークロボット軍団との激しい戦闘シーンだぜ。敵の攻撃や武器が画面からこっちに向かって飛んできたり、機械ダーのアクションがせり出してきたりする演出が多用されていたんだ。暗い映画館の中でそんな風に見えたら、子供たちは本気で怖かったんじゃないかしら。怪人が目の前に来るのよね。その通りだぜ。本当にダークロボットが自分に襲いかかってくるような感覚を味わって、思わず座席でのけぞる子供が続出したんだ。スクリーンの中の出来事が現実になったような本気の驚きだったのぜ。赤と青のメガネ越しに見た機械ダーの戦いは、ただの映画鑑賞を超えた、ドキドキの大冒険だったのね。間違いないぜ。あの時の熱狂と、目に焼き付いた立体映像の衝撃は、今でも当時の子供たちの心に強烈な劇場体験として深く刻み込まれているんだ。まさに東映漫画祭りが生んだ傑作だぜ。第7位、仮面ライダースーパーワン。1981年。第7位は、1981年の春の東映漫画祭りで公開された仮面ライダースーパーワンだぜ。大日仮面ライダーブームの真っ只中にあった映画館を、熱狂の渦に巻き込んだ完全オリジナル新作映画なんだ。完全新作ってことは、テレビの再編集版じゃなくて、映画館に行かないと見られない特別なお話だったのね。どんなところが映画館の子供たちを熱狂させたのかしら。最大の理由は、テレビ版を凌駕するスケールの大きな敵の登場と、お祭り映画にふさわしい奇跡の共演が実現したことだぜ。敵対するドグマ王国から、ドグマ復讐兵団という恐ろしい軍団が送り込まれてきたんだ。復讐兵団なんて名前からして、テレビの怪人よりも強敵そうね。映画だけのオリジナルの怪人も出てきたの？ああ、巨大な大砲を備えた怪人サザングロスなどの映画オリジナル怪人が用意されて、大迫力の死闘が描かったんだぜ。さらに、大画面で見るスーパーワンの愛車、V マシーンの走行やアクションも最高だったんだ。重厚なカウリングを備えたあの大型バイクが、大きなスクリーンを駆け抜けるなんて、特撮メカの魅力が爆発しているわね。
そして何より観客を狂気乱舞させたのが、仮面ライダー新1号からスカイライダーまでの、歴代8人ライダーが助っ人として勢揃いしたことだぜ。頼もしい先輩たちがスクリーンに駆けつけた瞬間、映画館の歓声は最高潮に達したのぜ。歴代のヒーローが一気に集結するなんて、当時の特撮ファンや子供たちにとって、これ以上ないほど豪華で大興奮の展開ね。まさにな、圧倒的な特撮メカの活躍と、先輩ライダーたちとの熱い共演がスクリーンで描かれたこの作品は、東映漫画祭りならではの贅沢さを極めた名作として、今でも当時の男たちの間で語り草になっているんだぜ。第6位、超人バロム1、1972年。第6位は、1972年の夏の東映漫画祭りで公開された超人バロム1だぜ。世の中は空前の変身ブーム真っ只中であり、当時の子供たちの特撮ヒーローに対する熱気がものすごく高かった時期の作品なんだ。変身ブームの熱気の中での上映なんて、映画館の中もものすごい盛り上がりだったでしょうね。これも映画だけの特別なオリジナルストーリーだったの？いや、実はこの作品は劇場用の完全新作ではなくて、テレビシリーズのフィルムを劇場用の巨大なスクリーンサイズに合わせて、拡大プリントして上映する、ブローアップ版と呼ばれるものだったんだぜ。テレビと同じお話だったのね。でも、せっかく映画館にお出かけしたのに、テレビと同じ内容で子供たちは満足できたのかしら？それが、大満足だったんだ。テレビの映像とはいえ、バロム1の専用車であるマッハロットが疾走するシーンなどを、劇場の巨大なスクリーンと大音響で体感することは、当時の子供たちにとって圧倒的な迫力があったんだぜ。なるほど。家の小さなブラウン管テレビで見るのとは、車のエンジン音も映像の大きさも全く別次元の体験になるのね。さらに、その大画面の効果が恐ろしい方向にも発揮されたんだ。敵対する悪の組織ドルゲが放つドルゲ魔人は、不気味でグロテスクな造形がテレビ放送時でも話題だった。だが、暗い映画館の巨大なスクリーンで見せられるその姿は、子供たちにとってトラウマ級の恐ろしさだったのぜ。うわぁ、ただでさえ不気味な怪人が、暗闇の中で巨大化して目の前に迫ってくるなんて、想像しただけで泣き出しちゃう子供がいそうだわ。だろうな。テレビと同じエピソードであっても、映画館という特別な空間で圧倒的なかっこよさと、トラウマ級の恐怖を同時に刻み込んだこの体験は、昭和の子供たちの記憶に深く残る名作上映なんだぜ。第5位、ジャッカー電撃隊第5レンジャー、1978年。第5位は、1978年の春の東映漫画祭りで公開された、ジャッカー電撃隊 VS ゴレンジャーだぜ。今のスーパー戦隊の定番である VS シリーズの、偉大なる原点とも言える記念碑的作品なんだ。違う戦隊同士が一緒に戦う映画ね。今の子供たちにはお馴染みだけど、昭和の時代からそんな夢のような企画があったのね。ああ、当時は絶対に交わるはずのない二つの戦隊が、スクリーン上で奇跡の共演を果たしたんだから、当時の子供たちの驚きと熱狂はとんでもなかったんだぜ。放送が終わっていたゴレンジャーとジャッカーが並び立つ姿を見たら、映画館で大歓声が上がりそうだわ。その通りだ。見どころはヒーローの共演だけじゃないぜ。スーパー戦隊に巨大ロボットがまだ登場していない時代だからこそ、ゴレンジャーのバリドリーンとジャッカーのスカイエースという、両戦隊の巨大戦闘機がスクリーンで夢の編隊飛行を見せたんだ。巨大ロボットじゃなくて、大型の戦闘機同士が並んで空を飛ぶのね。それは巨大ロボとは違う。男のロマンを感じるわ。クライムの四天王という強敵を相手に、巨大戦闘機による激しい空中戦と、生身の等身大アクションが炸裂したんだぜ。さらに、特撮ファンをうならせたのが豪華なキャスト陣だ。豪華なキャストって、どんな人が出ていたの？モモレンジャーのペギー松山が登場しただけじゃなく、特撮界のレジェンドである宮内博士が、ジャッカーのビッグワンバンバ総吉として大活躍したんだぜ。ゴレンジャーの青レンジャーは声のみの出演だったみたいだけど、同じ作品に2つの戦隊のヒーローとして関わっていたなんて、
ファンにとってはたまらない演出ね。まさにな。大人の特撮ファンもうなる豪華な見せ場と、戦隊同士のクロスオーバーという大発明を生み出した本作は、東映漫画祭りの歴史に燦然と輝く大傑作なんだぜ。第4位、仮面ライダー、8人ライダー VS 銀河王、1980年。第4位は、1980年の春の東映漫画祭りで公開された、仮面ライダー8人ライダー VS 銀河王だぜ。スカイライダーの完全オリジナル劇場版であり、壮大なスケールで描かれたお祭り映画の決定版なんだ。スカイライダーの映画ね。8人ライダーってタイトルからして、また先輩たちが大集合してくれそうなワクワク感があるわ。その通りだぜ。この映画が当時の子供たちを熱狂させた最大の理由は、豪華すぎるヒーローの集結と、映画ならではの宇宙規模の壮大なストーリーにあったんだ。宇宙規模のストーリーって、仮面ライダーで宇宙に行くの？ああ、テレビシリーズの宿敵であるネオショッカーに加えて、宇宙から飛来した機械生命体の銀河王という強大な敵が登場したんだ。巨大な宇宙船も出てくるなど、当時の SF 映画ブームの影響を色濃く受けた、スケールの大きな SF 巨編になっていたんだぜ。スター・ウォーズみたいな SF ブームの波が、仮面ライダーの映画にも影響を与えていたのね。スクリーンで見たらすごく迫力がありそうだわ。そして最大の見せ場が、クライマックスの大迫力アクションだ。スカイライダーの元に、仮面ライダー1号からストロンガーまでの、栄光の7人ライダーがスクリーンに勢揃いして共闘したんだぜ。栄光の7人ライダーが集結。それは絶対に映画館で大歓声が起きるやつね。映画オリジナル怪人のサドンダスや銀河王、そしてネオショッカーの怪人軍団を相手に、8人の仮面ライダーが入り乱れて激闘を繰り広げるんだ。大きなスクリーンにふさわしい、圧倒的で豪華な乱戦アクションだったんだぜ。8人の仮面ライダーがスクリーンいっぱいに暴れ回るなんて、まさに男の子の夢ね。まさにな、圧倒的な宇宙のスケール感と、大画面での熱い共闘アクションが見事に融合した、東映漫画祭りの歴史に残る熱狂の傑作なんだぜ。第3位、仮面ライダー V3 対デストロン怪人、1973年。第3位は、1973年の夏に公開された仮面ライダー V3 対デストロン怪人だぜ。視聴率が絶好調だった V3 の空前の大ブームを象徴する、完全オリジナル劇場版なんだ。V3 って昭和の仮面ライダーの中でも特に大人気だったのよね。その絶頂期の映画なんて、絶対に面白いに決まっているわ。ああ、テレビの枠に収まりきらない大傑作だぜ。この作品がすごい理由は、映画館ならではの特別感を演出するために、地方とタイアップした大規模なロケが行われたことなんだ。大規模なロケって、どこまで撮影に行ったの？なんと四国地方まで足を伸ばしたんだぜ。フェリーのサンフラワーの洗浄や、高知県の桂浜、愛媛県の来島ドックなど、広大なロケ地を生かしたスケールの大きい映像がたっぷりと撮影されたんだ。船の上や桂浜でアクション、いつもテレビで見ている採石場とは違って、旅行気分も味わえて特別感があるわね。そして敵も映画オリジナルだ。背中に巨大大砲を背負った得意なデザインを持つ怪人、大砲バッファローが登場したんだぜ。こいつがデストロンの再生怪人軍団を率いて、V3 と死闘を繰り広げたんだ。背中に大砲、映画だけの強力な怪人が過去の怪人を引き連れてくるなんて、絶望感とワクワクが同時に襲ってくるわ。劇場のスクリーンに入る爆破アクションも最高だったぜ。映画ならではの潤沢な火薬量と広大な四国のロケ地を存分に活用して、テレビ放送ではなかなか見られないような大規模な爆発や、激しいバイクアクションが連続したんだ。大自然の中で大爆発を背に戦う V3 の姿は、大きなスクリーンで見たら圧倒的な大迫力だったでしょうね。ああ、迫力がありすぎたんだぜ。愛媛県の来島ドックや無人島での撮影では、映画用で潤沢な予算があったからと火薬を使いすぎて、地形が変わってしまったり、近隣住民から大爆発の事故が起きたと警察に通報される騒ぎになったらしいぜ。当時の東映特撮のスケールのデカさと無茶ぶりがわかる伝説のエピソードだ。
地形が変わるほどの爆発、CG じゃない本物の火薬だからこそのド迫力だけど、警察沙汰になるなんて昭和ならではの豪快なエピソードね。空前のヒーローブームの中で、映画でしかできない豪華なロケと火薬の量を見せつけ、当時の男児たちを熱狂の渦に巻き込んだ不朽の名作だぜ。第2位、5人ライダー対キングダーク、1974年。第2位は、1974年の夏に公開された仮面ライダー X の完全オリジナル映画、5人ライダー対キングダークだぜ。日本の特撮の歴史が動いたと言っても過言ではない、とんでもなく熱い作品なんだ。歴史が動いたって、そんなにすごい出来事があったの？ああ、タイトルにある通り、仮面ライダー X の元に、1号、2号、V3、そしてライダーマンが駆けつけ、5人の仮面ライダーが史上初めてスクリーンに同時集結した歴史的瞬間だったんだぜ。それはすごすぎるわ。今までテレビで見ていた大好きなヒーローたちが、一気に5人も助けに来てくれるなんて、映画館にいる子供たちは大熱狂間違いなしね。しかもストーリーも映画ならではの緊迫感があったんだ。東京中の水を枯らしてしまうゴッドの恐るべき殻から作戦を阻止するため、女性たちの生き地を狙う映画オリジナル怪人コウモリフランケンと戦うんだぜ。東京中の水がなくなるなんて大ピンチだし、生き地を狙う怪人なんて本当に怖そうだわ。さらに絶望的だったのが、敵の巨大幹部であるキングダークの存在だぜ。とてつもない巨大さと不気味さを持つ敵を、暗い映画館の大きなスクリーンで見上げることで、当時の子供たちに強烈な絶望感とインパクトを与えたんだ。あんな巨大な敵にどうやって勝てばいいのって、本気で震え上がっちゃいそうね。だからこそ、ゴッドのアジトである祈願城を舞台に、コウモリフランケンや再生怪人軍団を相手に、5人の仮面ライダーが一大決戦を繰り広げた時のカタルシスは最高だったんだ。巨大な敵と恐ろしい作戦に立ち向かう5人の仮面ライダーの共闘は、まさに絶望を打ち砕く希望の光だったのね。その通りだぜ。巨大な悪に対するかつてない絶望感と、5人のヒーローが並び立つ最高の興奮を大きなスクリーンで叩きつけた本作は、昭和の子供たちの心に永遠に刻まれた歴史的傑作なんだぜ。第1位、仮面ライダー大ショッカー、1972年。栄えある第1位は、1972年の春に公開された仮面ライダー大ショッカーだぜ。すべてはここから始まったと言ってもいい、東映特撮映画の歴史の幕を開けた記念碑的作品なんだ。すべての始まり、記念すべき仮面ライダーシリーズで初めての、劇場用完全オリジナル新作映画ってことね。その通りだぜ。この映画が当時の子供たちに与えた圧倒的な熱狂は計り知れないんだ。なんせ、本郷武史こと新1号と、一文字隼人の2号が、映画館の大きなスクリーンで夢の共演を果たしたんだからな。ダブルライダーの共演ね。大好きな2人のヒーローが並んで戦う姿を見られるなんて、映画館の子供たちは大興奮だったでしょうね。しかも、テレビ放送に先駆けて新1号の姿がスクリーンで初披露されたんだから、その特別感は異常だったんだぜ。さらに、映画オリジナルの強力な敵としてザンジオウという怪人が登場したんだ。映画だけの特別な怪人ね。どんな特徴があったの？山椒魚をモチーフにしていて、全身のイボや口から火炎を吐く能力でダブルライダーを徹底的に苦しめたんだぜ。だが、この映画で一番観客の鳥肌を立たせたのは、ショッカーの再生怪人軍団の登場シーンなんだ。再生怪人軍団？前にテレビで倒されたはずの怪人たちが復活したってこと？ああ、死神カメレオンなど、かつて仮面ライダーを苦しめた怪人たちが大復活したんだ。そして、劇場の横長な広いスクリーンを埋め尽くすように、ずらりと横一列に並んだシーンは、絶望感とともに強烈な興奮を呼び起こしたんだぜ。広いスクリーンいっぱいにショッカーの怪人が並ぶ光景なんて、映画館でしか味わえない大迫力と絶望感ね。まさにな、初めての劇場オリジナル作品にして、大画面を活かした演出とヒーローの共演という、映画の醍醐味を全て詰め込んだ本作こそ、
東映漫画祭り特撮の最高傑作と呼ぶにふさわしいんだぜ。エンディング、まとめ。今回は、紙帽子をかぶって熱狂した東映漫画祭りの、特撮映画普及の傑作ベスト10を解説したぜ。CG のない時代だからこその、本物の火薬や体を張ったアクションの迫力は本当にすごかったわ。ああ、暗い映画館の大きなスクリーンでヒーローを応援した経験は、昭和の子供たちにとって強烈な非日常の原体験なんだ。違う戦隊が共演したり、歴代のライダーが集結したりするお祭り感は、今の特撮映画にもしっかり受け継がれているのね。その通りだぜ。親にねだって連れて行ってもらった特別な思い出と、スクリーンで輝いていたヒーローたちの姿は、大人になっても決して色褪せない昭和の男のロマンなんだぜ。久しぶりに、あの頃のワクワクを思い出しちゃったわ。この動画が懐かしいと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いするぜ。それじゃあ、次回の動画でまた会おうな。